は MA です。今日はですね、とあることがやりたくって今ね、動画を至急回しています。本当にね、さっきね、もうこれだと思って思いついたんですけど、結論から言うと、ちょっとジオラマを作っていきたいと思います。とは言ってもね、ガチガチのジオラマではないんだけれどもね、私、フィギュアをね、塗ったものとかいっぱい飾ってるんですよ、フィギュアケースに。なんだかんだ映ってないかもしれないんだけど、私ね、実はミニフィギュアも好きで、飾ってるんですよ。なんかちっちゃめのガチャポンサイズぐらいのやつとか。そうガチャポンサイズぐらいとかかな。あとこれぐらいの、ネンドロイドぐらいのやつもありますけど、所持していて、全部はそのケースの中に飾りきってはないんだけど、今ね、現時点でデトルフの中に一角にね、こうバーって飾ってるんですよ。特にちょっと今お気に入りのやつとかをね、厳選して飾ってるの。で、それを鑑賞するのね。で、その時にさ、なんかね、メンバー可愛いんだよ。そのキャラクター自体がめちゃくちゃ可愛いから、全然こう満足はしてたんだけれども、やっぱり欲がね、出てくるものなの、人間は。そう、どんな欲が出てきたの？いや、もっとなんかいい感じに飾れないのかな、みたいなやつですよ。もうなんか可愛くかっこよくみたいな。そうでさ、私はその一つの手段として、リペイントしたり普段してるでしょ。そうで、今回に関してはよ、そのミニフィギュアをちょっとこうジオラマ風にしてね、こうポンって飾ればさ、レトルフの中もめっちゃ華やかになるんじゃないのって思ったんですよ。あれなんかさ、一番くじで前にさ、ヒロアカの三人衆をさ、ちょっとジオラマみたいな感じで作ったよ。そうなんかイメージ的にはそんな感じなのかな。そうですね。だからあれはそこそこ大きめのやつだったと思いますよ。確かに小さいのを例えばデトルフの中にポツンと置いたら確かにポツンだもんね。そうだから基本的にさ、例えばデトルフの中に置こうって思ったら1個だけって感じで置かないでしょ、多分みんな。こんなちっちゃいフィギュア並べる人。ひな壇とかに並べるよね。そうこうバーって並べたりするでしょ。だから私が今回やりたいのは、だからキャラクターを使ってちょっとした世界観を作って飾りたいって感じ。細かいことはじゃあもう流れで話しますけど、今回やりたいキャラクターっていうのはゆるキャンです。なので、作るにあたっての道具っていうのをもう買いに行きたいと思います。っていう感じなので、ちょっと早速もう行ってきます。じゃあねー。はい、錦糸町に来ました。なんで錦糸町に来たかっていうとですね、錦糸町はね、ダイソーがね、めちゃくちゃでかいダイソーがあるんですよ。本当にでかいの。多分ね、ちゃんと覚えてないんだけど、関東一だか何だったかは忘れたけど、でもそんぐらいでかいダイソーがあって。とにかく大きい。とにかく大きいダイソーがあるの。あとね、セリアもね、私が知ってる限り2つぐらいあるんです。だからもうとにかく錦糸町に来れば、バッチリだと。100均は網羅できると。そういうことということで錦糸町に来ました。なのでちょっと早速ね、100均で買いに行きたいと思います。桜フラペチーノって言って、多分今さ春じゃん。だから多分これスタバのおそらく新作なんだと思う。私もちょっと久しぶりにスタバに来たからさ、錦糸町ってスタバがあるんですよ。だから買っちゃったです。あれでも100均に行くんじゃなかったの？100均は行きますよ。100均は行く。それももちろん行きますけど。いいんですか、こんなとこでゆっくりしてて。でもさ、やっぱりこうゆるキャンじゃん。ゆるキャンだからやっぱりゆるさを出していかないといけないかなと思って。多分みんなさ、ゆるキャンって多分分かった上でこの動画クリックしてくれてるじゃないですか。おそらくね、サムネとかタイトルとかで。だからゆるいモードになってるはずなんですよ、きっと。きっと。だから私はもうゆるキャンだから今日はゆるキャンだっていう気持ちのままもう望んでますから。わざわざ説明はしてなかったけれども、今ちょうどいいタイミングだから言うとそういうこと。のんびり行きましょうよ。それがね、こう作品にも意外と影響するものなんですよ。そう気持ちみたいなのが。なんかこう強い気持ちでさ作るとさ、なんかジャンプみたいなさゆるキャンになっちゃうかもしれないじゃん。あくまでゆるいやつだから今回は。そういうことですよ。はい、皆さん早速買ってまいりました。結果的にね、100均のものに関してはダイソーさんで揃えました。ちょっと早速説明していきます。紹介していきます。一つはこちらです。ダイソーさんのラッカースプレーアイボリー色。次がこちら、マスキングテープ類です。はい、こちらです。で、これは、あんま制作には関係ないんだけど、マスキングテープケースです。完全になんか仕様の。いや、そうだよ。ちょっと保管しやすいかなと思って、家にあるマスキングテープもあるからね。で、次が、こちらです。じゃじゃん。なんかこう、丸太みたいな、なんて言えばいいんだろう。切り株みたいな。これもそうだね。自然系のもの。そうデコレーションドライパーツウッドスライスだね。そのままやね。木がスライスしてる感じ。はい。でこちらが枝で、こちらがじゃじゃん。同じくなんかデコレーションドライパーツの葉っぱだね。葉っぱ枯れ葉みたいな感じ。拾ってきたらええやんこれ。
いやいやいや、でもさ、もしかしたらなんかいろいろ変なのがついてるかもしれないじゃないですか。いやもう今回に関してはなんかもうとにかく安全に買いました。まあありだけどね、そういう拾ってっていうのも全然。で次がこちら。グルースティックはね、私所持してるんだけど、ちょっと少なくなってきたので、新たに買いました。グルーガンと一緒に使うやつですね。だから、グルーガン持ってない人はグルーガンもセットで買う必要があります。100均に売ってます。で、次がこちら。これはね、まあ、要は、なんだろう、木の、ここ開いてんだけど、木箱みたいな感じかな。これ200円だわ。こちらが、ダイソーさんで揃えました。はい。でね、ちょっとね、あの後に、ダイソーじゃなくて、世界堂さんってとこに行って、買ったものがあるんだけど、こちらです。じゃん。フラワーリーツ。なんだろう、なんて言えばいいんだろう。まあ、なんかでも、ミニ木みたいな。まあ、わかるんじゃないかしら。はい。こんなやつ。これ緑色とかもあるんですけど、今回私はホワイトを買いました。500円ぐらいだったかな。で、こちらが、はい、じゃじゃん。グランドマット。こちらもね、私はね、世界堂さんで買いました。多分100均でも売ってるよね、そういうのね。売ってると思うんだ。だけどなんか今回見たところだと、なんかでっかいほんと芝みたいな感じのやつがしかなかったから、もう探せばあるかも。一回買ったことあるような気するけどね。いや、あるんですよ、きっと。で今回はなんか見つけられなかった。在庫切れだったのかな。まあそんな感じですね。っていうものを主に使っていきたいと思います。で、早速なんだけど、まあ冒頭でも話した今回使ったゆるキャンのフィギュアがね、こちらです。じゃじゃーん。これはプラムさんの福袋で引き当てたミニフィギュアです。ほらほらほら、かわいいでしょ、めっちゃ。これも組み立て済み。まずはこちらを使っていくの。気に入っててさ、普通に飾ってたんだけど。で、こちらが、じゃん。これ私サブチャンでね、ガシャポンくじって言ってフィギュアを当てられる口があるんだけど、絶対フィギュアが出るわけじゃないの。頑張って引き当てたんです。このなでしこちゃん超可愛いから、もう絶対欲しいと思って頑張って引き当てました。これさ、だから出てるところは違うんだけど、まあなんかそこそこ顔のサイズが一緒なの。確かにね。若干そうだね、なでしこちゃんの方が大きいんだけど、まあそんな気にならないかなっていうところで、この2人がちょうどいたから、そう、この可愛い2人を使ってやっていこうと思います。じゃあまあ早速作業に入っていくんですけれども、ちょっとね、一言だけ言わせてください。多分ジオラマって言ってもいろいろあると思いますよ。なんか超いわゆるリアル系のジオラマとかいろいろあると思うんだけど、今回私がやりたいのはあくまでいわゆるゆるキャンっぽいみたいな、ゆるキャンっぽいなんか世界観があるみたいなで、ちょっと可愛いらしいみたいな、そういうイメージ的な感じのものを作っていきたいと思います。だからそんな感じでちょっとこの後作業風景とか見ていってもらえたら多分楽しめるかなっていうふうに思います。じゃあ早速やっていきましょう。ピューン。今回塗りじゃないわ。もういつもの手癖でやっちゃった。脳死してる。脳死してます。大丈夫でしょうか、この後の流れは。大丈夫でしょうか。じゃあやっていきます。じゃあ早速やっていきます。今回はね、楽しく作りたいっていうのが第一の目標なんだけれども、まずはよ、こちらですよ。これまず剥がすじゃん。うわ、見て、ちょっと待って待って。ちゃんと綺麗に剥がれんな、これ。100均あるある。材質の問題かな。ちょっと綺麗に剥がれないな。ちょっとこれ頑張って剥がします。まずは。ね、見て見て。こっちはさ、結構綺麗に剥がれたんだけどさ、こっちがさ、めっちゃひどい感じ。これ綺麗にさ、剥がす方法知ってる人います？そしたら次回からちょっとやりたいんですけれども。木材のこういうシールうまく剥がす方法なんか知ってる方いますか？はい、なんとか剥がれました。なんとかね。ほらじゃん。これでシールが残ってないから、ここでまず私がやることなんだけど、色を塗り替えたいと思います。これはね、何に使うかっていうと、今回土台に使います。だからこっち側じゃなくてこっち側でちょっと、だからここと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 ここの5面かをこのねアイボリーの色にしていきたいと思います。で、なんでこの色にするかっていうと、クリーム系の色がなんか可愛らしいじゃないですか。だからその色にしていきます。ゆるキャンに合うかなと思って、ゆるさを出していきたいからね。じゃあやっていきます。はい、黒いね木の箱だったと思うんですけど、今アイボリーな白い感じの木の箱になりました。で、ここは塗ってないです。さっき塗るって言ったんだけど、ここは塗ってないです。っていうのもね、こ
ここに上にね何がしたいかっていうとさ、いわゆるキャンプ場じゃないですけど、キャンプ場かの地面ですよ、芝生じゃないですけどみたいなものを作りたいんですよ。要は自然的な感じをやりたいので、ちょっとここに作ってきます。でさ、今私がちょっと悩んでるのが、これ全面に引くとなんか可愛いんだけど、めっちゃ可愛いんですけど、もうザ・夏みたいな感じに捉えられなくもないから、一応さ、ゆるキャンってさ冬のね格好してるじゃないですか。だからさ、ちょっと枯れた感じにしたいんですよ。生命がちょっと枯れた、お休みしている感じにしたいので、ちょっとそんな感じでやってきますね。で、見て、じゃんじゃじゃん、このアクリルバッシュ、ここら辺でちょっと茶色風にベースっていうかさ、地面を塗りたいと思います。なんかさ、今回のやつはさ、小学生に戻ったみたいな感じですごく楽しいです。よし、じゃあここら辺の色を使ってやっていきます。なんかなんて言うんだろうな、別になんか均一になる必要ないかなと思ってます、今回は。はい、こういう感じになりました。ここからちょっと芝をね、ちょっとだけね生やしていきたいかなと思います。で、芝のねちょっと場所考えます。はい、ここ線引きました。この形分のこれをカットします。よいしょ。イメージとしてはさ、こんな感じであるから、でここら辺にフィギュアを置きたいんですよ。だからこんな感じで、こう芝生にするか、こんな風な感じで切ります。よし、こんな感じにします。ここにこう芝生を一旦貼ります。ここら辺かな。おー、いい感じ、いい感じです。ちょっと今湿気をねやることにしたんだけど、これ前ダイソーで買ってた粘土の、これなんでもいいんですけど、今回ちょっとこれ使います。これをここにちょっとつけたいと思います。ここにね、なんでつけるかは多分この後の作業を見たらわかると思います。もう超絶簡易的なやり方です。で、ここを一旦ボンドで固定します。一旦こんな感じです。はい、で次これ使います。なんかね、これ何に使いたいかっていうとさ、リアルな木は生やさないんだけど、これでなんかこう木っぽい木のイメージみたいな、デフォルメの木みたいな可愛い感じで後ろにね置きたいんですよ。これを可愛いじゃんこれで。これだとねちょっとでかすぎるから、そんなでかくなくていいんだよね。だからこれをまず適度なサイズに切ります。見て、準備ができました。これが一本一本を木っぽいものに見立てたやつ。これをさ後ろに置けば可愛くなるじゃん。こんな感じで、ほらめっちゃ可愛くないですか？こんな感じでいいかな。じゃーん、こんな感じでここに木っぽいイメージを作ります。めっちゃ可愛いこれ。やっぱ可愛いわこれ。やって正解だと思う。よし、前の方にもちょこちょこってつけます。可愛い感じで。ちょっと芝生にね色をつけていきます。どんな色にするかっていうとね、ちょっと枯れさせます。緑はね若干残るかなとかぐらいでいいかなとは思ってるんですよね。はい、今からここの部分にこちらとかを振りかけていきます。これは今回100均で買わなかったやつなんだけど、ちょっと今やりたいなと思ったので、もともと持ってたやつです。このねボンド水でつけていきたいと思います。振りかけたいこの部分にまずはふわーって塗って、ちょっと経ったので振りかけます。もうふわーってこういう感じ。ふわーってじゃじゃん、できました。なのでちょっとこの卓上をさこれで掃除機します。これめっちゃ便利です。きのちゃんありがとうございます。きのちゃんにもらいました。はい、これ使ってきます。これはこう何に使いたいかっていうとですよ、このなでしこちゃんはね普通に置いたらこうただ置くだけになっちゃうけど、それだとちょっと寂しいから、せっかくだからさこういうの置いてさこうやってすればさ、ほらめっちゃ可愛いんですよ。だからまあそんな感じでこう華やかにするために使います。アクセントとしてこれも使います。はい、次はねこれを使ってきます。デコレーションドライパーツ、枝みたいな枝、小枝です。ここにさなでしこちゃんについてたこれがありますよね。これもせっかくだからさこれでちょっとこう作ろうかなみたいな、簡易的に。だからこれよりも気持ちちょっと大きくしようかなみたいな。フィギュアとのこう比率はもう関係なしに、完全にもう雰囲気って感じです。切れた。ちょっとこんな感じで切ってきます。はい、これを使ってちょっと組み上げていきます。じゃん。ここからねさらにね木をねつけます。はい、焚き火っぽいのがねちょっとね派手になりました。ここにグルーガンで炎っぽい感じにしてきます。でその後塗る予定。
はい、こういう感じでグルーガンを使って炎っぽいね動きをねつけていきたいと思います。はい、炎もつけました。ここには色をつけてきます。色をつけて最終的には仕上げていきます。で、あとこれね、薪がなんかあるよみたいな、イメージでこれをね並べていきます。はい、薪完成です。見て、ちなみにこれ元々のやつと比べるとさ、こんなに大きくなった。はい、炎に着色していきます。まずはイエローをね全体に塗ります。はい、イエローができました。次はねオレンジをね重ねてきます。イエローを残しつつねオレンジを置いてきます。ちょっと先は赤っぽいの入れます。はい、炎できました。じゃじゃーん。よし、じゃあ最後なんだけれど、はい、今からやることはね、最後の作業でこのマスキングテープを使います。これマスキングテープケースっていうの買ったから、ちょっとこれに入れてみる。マスキングテープね入れましたね。なんかいい感じですよ。てかさ、見て、ちょうどぴったりや。今回買ったやつがこれ早速ね使っていくんですけど、この台座にこの木箱にねアクセントをつけたいんですよ。でそれでねゆるキャンっぽいアクセントを入れたいな、そう可愛いゆるキャンっぽいの入れたいなと思ってさ、これいいかなと思ってさ。っていうのもさ、ゆるキャンといえばよ、水色とオレンジ、あとさ三角みたいな、なんかそんなイメージあるじゃないですか。私はあるんですけど、だからねそこら辺をメインでねやっていこうかなと思います。これもさ見て、模様が三角だしさ、これも三角、これ使うか分かんないけど可愛いから買ったんだけど三角でしょ。ちょっとこれをね切って貼ってみます。じゃじゃーん。はい、入れました。ね、これでもさめっちゃいいんだけど、せっかくだからさもうちょっと華やかにしようかな。もうこれもせっかくだからちょっと入れたいと思います。でそれで完成ですね。じゃあやっていきます。切ってあとは配置して完成です。じゃーん、完成しました。いかがですか？みんな想像したのと違いました？いつも見てくれてる方はさ、フィギュアを結構ゴリゴリに塗ってるものが多いから、いつもと違うテイストだから新鮮かもしれないんだけど、私ゆるキャン大好きだからね、めっちゃ楽しかったです。はい、こういう感じです。最初も言ってたと思うんだけど、今回のやつはこのジオラマといっても、なんて言うんだろう、ちょっとこのキャラクターのデフォルメ感に合わせてイメージっていう感じです。だってこの後ろのさ、見て、この100均で買ったこの葉っぱがもうこれ葉っぱなんだけど、ちょっとしたさ、なんかちょっと木みたいな感じを見立ててる感じで、この白いやつもそうですね。これも木っぽいもののイメージって感じですよ。っていう感じです。じゃあ早速ねフィギュアケースのところに飾ってみたいと思います。はい、フィギュアケースに飾りました。こちらのはいエヴァコーナーの下の方に飾ったんだけど、ここはちっちゃいフィギュアを主に今置いてます。一部ねのここですね。ここに飾りました。ね、ちょっと見てこれ。これさ、葵ちゃんなんですけど、葵ちゃんもさ、これね、ちょっと飾れるじゃんって思ったので、葵ちゃんも仲間に入れました。どうですか？ちょっと3人になって当初より賑やかになったと思います。めっちゃ可愛いですよね。もう今回やって本当に正解でした。でね、今回のこのなでしこちゃん、このフィギュアさ、動画の中でガチャガチャでゲットしたって言ったんだけど、これ MA 日和のサブちゃんでねゲットしてますので、そういうこともやってるから、よかったらみんなサブちゃんも遊びに来てみてください。ガチャガチャとかフィギュアとかゲットしたりしてます。私はさ、こんな感じでフィギュアをね、フィギュア塗ったり、これ塗ったやつなんだけど、こういう感じでフィギュアいろいろこうやったりしてますので、フィギュア好きの方ね、よかったらまたやりますので、またチャンネル登録してくれたら嬉しいです。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。